こんにちは。NPO 法人日本霊気協会理事長の辻陽子です。今日のお話もね、全然霊気と関係ないです。が、ちょっと真面目なことをつぶやいてみようかなと思います。実を言うと、これね、私自分の個人の SNS に投稿したんですよ。そしたらね、それ読んでくださった方がびっくりするぐらい多くて、で、180人ぐらいの人がシェアをしてくださって、広まって、全然お会いしたことないいろんな方からメッセージいっぱいいただいたんです。なのでね、ちょっとその話をぜひ動画でも喋ってみたいなと思います。自分が書いた文章の原稿を読みます。私は自分の人生が割と辛かったこともあってね、人生の前半はね、なぜ理不尽な目に遭う人が多いんだろう。なぜ試練があるんだろう。っていうことをね、もう自分自身もそうなんで、怒り混じりに本気で考え抜いてきた人生でした。でね、今ちょうどこの時期、なんでこんな地球規模でこんなことになってんのって考えていらっしゃる方も多いかもしれないなって思ってます。で、私は今医療健康系の会社をいくつか経営しており、心理カウンセラーをやったりとか、霊気協会もやったりしながら、大半の一人でいる時間ね、次のようなことばかり考えてきた人生です。人が不幸な目に遭うとき、あるいは試練と呼ばれるような出来事に遭遇するとき、一体それをどのように捉えていったらいいんだろうな。不幸の悪循環みたいな感じの人生になってる人。その悪循環の中にいる人が、その環境から抜けて幸せな人生を生きるには、一体何が必要なんだろうな。不治の病とか、そういうのがね、奇跡的に治って完治する人。あるいは、ありえないぐらいの不幸のどん底から立ち上がって、軌道修正して幸せな方の人生に行く人。私割とそんな感じの人生ですが、こういう人たちに共通している共通点ってなんかないのかな。こんなことばっかり10代の後半ぐらいからもう考えてきた。そしてね、数年前ね、この答えに行き着いたんです。これが今の私としては多分究極のビンゴだなって思ってるんです。何かの出来事が起こった時に、その、試練のような出来事です。ハッピーな出来事ではなく、これをきっかけに意識の転換ができたかできないか。これが軌道修正が入るか入らないか。あるいは私もですけど、治らないって、手遅れって言われたような病気が完治するかどうか。このね、運命の分かれ道になっているような気がしています。気がしてるっていうかもうある意味確信です。もうちょっと意識転換、意識について話してみたいと思います。めっちゃシンプルな表現をすると、これ私が作った言葉ですが、ないないモードの人生からあるあるモードの人生に切り替えるっていう感じです。これはね、外側の状況を変えるっていう話ではなくて、自分の内側の捉え方を変える。じゃあね、ないないモードって一体何なんだろう。ないないモード、昔の私、もうまさにこれでした。あれがない、これがない、あれも足りない、これも足りない。政府は何してんの？国は何してんの？学校は何なの？会社はどうしてんの？もううちの家族は本当に、みたいなね。もう私ずっとこんなモードでね、若い頃生きてたんですよ。ずっと腹を立ててました。外側の何かに。自分自身のことももう大嫌いでしたね。情けないし、本当に消えてなくなってしまった方がいいんじゃないかな、みたいな。人に迷惑かけたりね、後悔することも多くてね。とにかく、あれもない、これもないっていうのを自分の内側や外側にいっぱい、探して、要は、不足感から来る、不平不満のモードだったんです。不足感から来る不平不満のモード。これをないないモードって私は名付けています。あるあるモードはこの逆です。これね、気休めの話してるんじゃないです。で、もっと言うと、捉え方の話をしたいわけでもないです。実際に本当に我々の人生は
そして我々の住んでる世界は、実に様々なものが与えられています。そしてその大半は無料です。なのにね、昔の私は、本当に潤沢に与えられているいろんなものには全然目を向けていませんでした。実際にあるものに、リアルにあるものに。そしてどうしようもないほどないないモードでした。で、生きてることがね、もう辛すぎていつも怒ってました。怒りの矛先っていうのは、もう子供の頃はもう親であり、学校、先生ですね。いじめられてましたしね。それからね、大人になって10代後半ぐらいになってくると、もう人類に起こったりね、なんでこんな環境破壊して平気なのとかね、いろんなこと起こってたりね、なんで金持ちな人と貧乏な人がいるのとかね、我が家がすごい貧乏だったんで。あとはね、もうなんかね、特定の宗教に入ってたりはしてませんけれども、もう天、宇宙、神みたいな、なんていうかな、運命と言ってもいいかな。そういうような、なんか自分の人生を牛耳ってるような何者かに、すごい怒ってましたね。なんで私こんなに貧乏くじなのみたいな。外れくじだよ。そんな私が、大きな意識の転換が起こった出来事、いくつも、人生の中で20代後半ぐらいからあるんですけれども、そのうちの一つ、ちょっとお話ししてみたいと思います。20年近く前に、人生で初めてカンボジアに行きました。その時にね、30歳前後ぐらいの男性のカンボジア人の、通訳ガイドさんと一緒にカンボジアを観光したんです。この時ね、私は頭をガツンと打つほどのショックを受けることになります。このね、男性ガイドさんと共に、友人数名とね、観光用のその車に乗って幹線道路をね、まあまあ広い舗装はされてなかったかもしれない。まだそんな時代のカンボジアです。そこをね、まっすぐの道を走ってる時です。平原の中にね、ピンク色の三角屋根のね、ちっちゃい一階建てのね、もうおとぎの国に出てくるようなね、お家がね、何軒ぐらいあったかな ?20 軒ぐらい。建売れ住宅みたいに綺麗に建って並んでいたんです。なんかね、アミューズメントパークみたいな、ディズニーランドみたいな、おとぎの国みたいな風景でした。でね、当時のカンボジアってまだ内戦が終わって爪痕が残ってる。そんなような、時代だったので、すごくね、場違いというか不思議なメルヘンな空間だったんですよね。その場所が。それで、私は尋ねました。ガイドさんに。あれは何ですか？ガイドさんの返事に耳を疑いました。あれは少女売春の場所ですよ。そういう小屋です。で、日本人の方じゃない、カンボジア人の男性の日本語なんで、聞き間違えたかなって最初思ったんです。でも聞き間違いじゃなかったんですね。で、ガイドさんは穏やかな笑顔のままね、こう言ったんです。あそこで仕事ができる子供はね、本当に幸運なんです。なぜならね、地雷を踏む心配がないからです。その後、そのガイドさんと車の中でいろんな話をしました。そのガイドさんは、ご両親、内戦の時に殺されちゃって亡くしておられました。それから生き残った自分の兄弟姉妹、その方長男だっておっしゃってましたけど、みんな地雷を踏んだり貧困で亡くなっちゃってました。その人、今はだから天涯孤独で一人っきりでした。でもね、穏やかな笑顔を崩さないままこう言ったんです。僕はね、産業廃棄物の山の中で一冊の辞書を拾ったんですよ。それね、日本語の辞書でした。本当についてました。日本語を勉強できたからです。
独学で勉強したってことです。カンボジア語と日本語の辞書ですよね。その後何年もかかったけど、日本人のビジネスマンに話しかけては、日本語の会話を一生懸命覚えました。そしてね、ついに旅行ガイドになれたんです。で、今この仕事をしてるんです。で、笑顔のままおっしゃったんです。でね、その後ね、観光地でね、ちょっとゆったりしてる時にね、舗装されてない土の上にね、木の棒をね、持ってきてね、そのガイドさんね、漢字を書いたんです。漢字2文字。醤油って書いたんです。お醤油ね。そして、これ書けますって。日本人でもこれ書くの難しいですよ。結構難しいの。僕書けるようになったんですよ。どうですか？書けますか？って次にね、土の上にね、バラっていう字をね、漢字で書いたの。漢字2文字ね。この字は書けます？これ読めます？僕ね、これ書けるようになったんです。嬉しいです。その日のね、もう夜私はなんかもう本当にね、軽いパニックというか冷静さを失っていたと思います。頭の中はもう引っかき回されたような感じでしたね。今までの自分の常識やいろんなものがあまりにも覆ってしまったからです。本当にショック、だったんですよ。例えば、売春って犯罪だよね。とか、子供の虐待じゃない？そんなひどいこと起こっちゃならないことだよねって。だけども、あのガイドさんは、あそこで働ける子は幸運です。なぜなら、地雷を踏む心配がない。広い、もう地雷を撤去された幹線道路のすぐ脇に、その小屋は20軒ぐらいあったので、あの子たちはその道を通るから、地雷を踏む心配ないんですよって。私ね、この日本で生まれ育って自分が持っていた常識、これは恵まれた国日本の常識なんだっていうことをこの時初めて知ったわけです。日本の価値観なんだ。そして当時のカンボジアでは、そしてその男性ガイドさんの価値観では、その地雷撤去された、整備された場所で働けるその子供たちは恵まれた子たちなんだっていうことだったんですよね。危険を冒して産業廃棄物のゴミの山を漁ってきたそのガイドさん。そしてその途中で兄弟姉妹が何人か亡くなられている。で、それをやっても結局食べるものが手に入らなくて貧困の中で亡くなった弟さんや妹さんもいる。そこから這い上がった人の視点です。もうこれね、いい悪いとか何が本当は正しいのとか、もうそういう話じゃなく、ただね、すごく同時に印象深かったのはね、そのガイドさんずっと笑顔だったっていうことです。非常に穏やかな空気感でした。作り笑顔じゃなかったんです。一緒にいるとすごく心地いい人でした。一冊の辞書を見つけたことに感謝して、それを拾えた自分を幸運ですって言って、被害者意識で生きてなかったんです。最後にね、その方、カンボジアにわざわざ旅行に来てくださり、ありがとうございますって言ってね、見送ってくださったんですね。そのありがとうございますもう何とも言えなくて、ずっと覚えてます。あの日のことは私にとっては忘れられないショックな日となりました。それはね、恵まれてることが全然見えておらず、手に入って当たり前っていう意識の自分に気づいた瞬間だったからです。被害者意識、不平不満、理不尽な目にあったら怒りが湧くのは当然です。そして私たちそれでも我慢するべきだよね。恵まれてる日本にいるんだから。そんなことを私はこの動画で言いたいわけでもない。感謝すべきだよねって言いたいわけじゃないです。だって嘆きたくなるような出来事って起こるもん。それからね、一生懸命生きてるもん。
だけども、しかし、今手に入っているものに対して、当たり前って思ってきた自分に気づかずにいるときに、何か出来事が起こるとね、その試練はすごく重いストレスになって、私にのしかかってきたんだなって。もしもこの当たり前があまりにも当たり前が当たり前になってるっていうかね、なってなかったら何かの出来事が起こっても、私はそこまでの強い怒りや被害者意識やストレスを感じて、もう生きてるのがしんどいってならずに済んだかな。傷つき度合いがマシだったんじゃないのかなっていうふうに感じたんです。そんなわけで結論。今目の前にあるささやかな幸せ、恩恵。これをいかに細やかに繊細に拾い集めることができるか。最初に私言いましたね。私たちはすごくいろんないいものに恩恵に囲まれて生きている。これはそういうふうに捉えて感謝すべきですよっていう捉え方の話をしてないです。リアルな現実ですって言いました。例えば私たちの命を流れるために必要なもの、酸素、無料です。それから水も日本にいれば、まあまあ綺麗な透明な水が無料で飲めます。それから、春の日差しが顔に当たります。心地いいそよ風も吹いてます。それからね、多くの人が屋根のあるところで寝れているはずです。それから暖房もおおよそ、ついてるところにいられると思います。あとは、私が今日使ったもののすべて、手にしたもののすべて、着ている服から何まで、あなたが今日触ったもの、使ったもののすべて、これね、どこかの誰かが一生懸命作ってくれたものじゃないですか？自分で一から作ったもの、ないよね。あと、食べたものもね、自分で一から作ったもの、私は違いますね。すべてどこかの誰かが作ってくれたもの、そして運んでくれたり、調理してくれたりしたものです。こういうものに細やかに着眼していったときに、感謝すべき、恵まれてるんだからって思わなくてもナチュラルに湧いてくる。泉のように湧き上がってくる。これがね、あるあるモードです。あるものに着眼していったときに、感謝が湧き上がってくるモード。これをあるあるモードって私は名付けています。愛、感謝、そして人の心遣い。それからね、一生懸命仕事してくれてる、その頑張り。ここにどれぐらい気づけるか。どこまで拾い集められるかです。でね、やっぱりね、未曾有の出来事、地震や災害もそうですけど、今回に限らず。こういうことが起こった時にね、やっぱりね、考えちゃうよね。この試練がなければなって。試練って言うと大げさすぎるって思う人もいるかもしれないけれども、毎日がのほほんって平和に過ぎていってくれたらいいのになって、思うかもしれないけれども、実は、私に関して言えばね、それらに囲まれすぎちゃうと、そしてそれが長く続きすぎちゃうと、私は当たり前っていう方にどんどんバランスがね、いっちゃうんだよね。で、当たり前っていうのになればなるほど小さなことに感謝できず、拾い集めることができず、目に入らなくなってきてスルーしちゃう。無感覚になってしまう。そして、あるっていうのが当たり前になってしまったとき、そのモードで生きているときほど不足の事態になったときに、ないないモードになってしまう。その結果、不平不満、怒り、被害者意識がどんどん募ってしまう。そうすると、最初に言った若い頃の私のモードですよ。私の人生貧乏くじだ。私ばっかり損してる。これです。ないないモード。こうやって人生を嘆くようになってしまう。人生全般をね。当たり前になってしまうと、感謝もなくなっていく代わりに、なくなっていく。その他に、感動もなくなります。いろんな出来事がね、普通になっちゃうんだよね。それが続くとね、何が起こるのか。私は退屈になります。
まだあれが手に入ってないなっていうモードになりやすいです。刺激が欲しくなります。こんな風にしてね、ナイナイモードに突入しやすくなっちゃうんですね。綺麗な表現で言うと、ハングリー精神かな。別の表現で言うと、劣等感にも近いかな。手に入れてる人を羨むような気持ちとかね。その結果、私は何が起こったかっていうと、私の人生の中では、過労とストレスから、怒りで重い病気になりました。で、手遅れですっていうところまで行きました。その時の私っていうのはね、もう感謝がなく、人からの愛や思いやりが全く見えておらず、自分ばっかりこんな目に遭うよなって怒ってました。それで内臓にダメージがいったんですね。ストレスってね、内臓やね、体のいろんなところがね、受け止めて吸収しようとしてくれてるんですよ。クッションみたいにね。スポンジみたいにって言った方がいいかな。で、やっぱりね、弱いところにストレスってね、どんどんいっちゃうから、その結果、弱い臓器が病気になる。発症してくる。でね、その後、私は3年かかったけど、奇跡的に完治するわけです。その時に何回も意識の転換が起こりました。当たり前じゃない。こんなにもいろんなことを人からやってもらってた。感謝がなかったっていう、もう反省と湧き上がってくる感謝でちょっとうるってくるようなことが何回もありました。これがね、自然治癒力、免疫力、私の体を元のいい状態に戻す力を発動させてくれたって私は今確信しています。なので、その結果、病気が良くなったんだけれども、その結果ね、その後ね、私の他に同じように奇跡的に病気が良くなった方、その人に注目するようになりました。一体何が起こったんだろう。当時私はまだ自分が病気治った直後、1、2年ぐらい経った頃には、何が起こったか、今日話してるようなことに気づけてなかったんでね、なんか共通ポイントあるんじゃないって。それ見つけられたらすごいよなって思ったんです。そしたらね、同じことやったら、適切なことやったら適切な結果って出ますから、他の人に伝えられるなって思ったんです。で、心理カウンセラーもやってたし、病気や健康の相談窓口みたいなことをボランティアでずっとやっていたので、伝えてあげたいなって思ったんですよね。で、多くの人がなんか共通で、言ったりやったりしてることないかって思った時に、やっぱりこれだってたどり着いたのが今から言うこの言葉です。あの試練があったおかげで、今まで見逃していた小さな感謝、人の愛、思いやり、それに気づける自分になったんですよ、辻さん。これね、共通のセリフです。奇跡的に病気が良くなられた方や、すごく不幸のスパイラルみたいな、またこんな目に遭う、またってこっから抜け出せないっていう方が抜け出して、人間関係、恋愛、結婚、お金、仕事、生きがい、様々な面で、良くなられた方ですね。人生がガラッと変わっていかれた方、共通の言葉です。いかがですか？お聞きになって。私たちはこれからも生きていると未曾有の試練や出来事に出くわしてしまうことがあります。しかしその時にこそ意識を進化させた人、つまり愛、思いやりを細やかに拾い上げ、恩恵に感謝するっていうことを見つけることができた人は、その試練から抜け出し、早く立ち直り、心の底からありがたいなってつぶやく人生になるんです。これね、心の問題、体の問題、両方に適用していることです。どっちもに当てはまる。こっから先は感謝と喜びの人生の始まりです。たとえね、病気ね、感知しなくても、もうそっちに向かい出してからは、感謝と喜びがどんどん増える人生になっていきますし、辛い目にいっぱい遭ってきた人たち、
あなたもそうかもしれないし、あなたの周りにいるかもしれない。そういう人がね、いきなりお金にも困らない、結婚相手にも困らない、人間関係もスムーズにってならないかもしれないけども、軌道修正しだしたよぐらいから感謝と喜びがいっぱい日々の中で溢れ出してきます。増えてきます。そして気がついたらね、うわ、こんなところまで来たなっていう風になります。カンボジア人のあの旅行ガイドさん。あの方はあるあるモードの人でした。親や兄弟姉妹の死を嘆いてませんでした。戦争を、あるいはカンボジアの政府を嘆いていませんでした。一冊の辞書に感謝して、生きることに、生きているっていうその自分の事実に感謝して、そして旅行ガイドを楽しんでいました。だからね、あるあるモードだったからあの人は作り笑顔じゃなかったんです。から元気じゃなかったんです。本当の笑顔で過ごしておられたんです。今ね、20年近く経ってあの人どうしてるかなって時々思います。私はあの日の体験を絶対に忘れないでいようと思っています。そしてね、あの体験があったから、今の私、今この状況でも、割と毎日ご機嫌で過ごせています。ついでに言うと、私の法人、経営している会社は、この騒動が起こり始めた2月、3月も売り上げを更新しています。なので、うちのスタッフさんには、今まで以上にお給料をお支払いができます。とても嬉しいです。これね、私の自慢話って取らないでください。これはあなたの話。もしもあなたが今日の話、ちょっと当てはまるかもって思ったなら、次の近い未来のあなたの話です。ぜひあるあるモードを楽しんでみてください。今日からゲーム感覚でね、軽やかに、これもある、あれもある、あれも持ってた、これも持ってたって見つけてみてください。すごいよ、もう100均グッズなんてもう誰がこれ思いついたんだろうねって感動しますからね、改めて。どっかの誰か今も生きて過ごしてる人なんだよ。それをね、使わせてもらってるんだよね。すごいよね。その人の脳みその知恵をお借りできてね。そんな感じで、一つ一つ細やかに拾い集めてみてください。お家の中で過ごしてても発見いっぱいあります。気づきがいっぱいあります。楽しいです。ぜひそれをゲーム感覚でやってみてほしいなって思ってます。その先にね、あるあるモード人生。もう明日から突入できますからね。はい。これが私からの提案でした。試練の意義があるとしたら、辛い体験に意義があるとしたら、私たちの意識が変わること。ないないモードからあるあるモードに変わること。そして、これがね、変わっていった人の人数がこの地球上で増えていった時に何が起こるかなっていうこと。私ね、その時に今よりさらにちょっとしたさりげない心遣いや思いやり、あったかい言葉、こういうことをね、やる人たちが増えるって思ってます。そしてね、ご機嫌な人が増えるとね、何が起こるのか。ご機嫌な時ってね、人ってね、むちゃくちゃする。あいつちょっといじめたろかとかね。あいつを攻撃して陥れたろかとかね。あんまり思いつかないのよ。そういう機嫌が悪い時とか、被害者モードの時だから。ないないモードだとそうなりやすい。でもあるあるモードの時は、その人はそうなりにくい。その結果、うつ病や自殺者やいじめや、いろんな社会の問題が自然と薄らいでいって解消されていく。そっちに向かっていくんじゃないかなって私は結構夢見てるんですね。で、それってね、案外簡単じゃないのとも思っています。そんなお話でした。最後まで聞いてくださってありがとうございます。
またお会いしましょう。ちなみにこれね、iPhone で撮ってみました。今日自宅から撮ってます。なので、ちょっと編集カットしないですけど、お聞き苦しいとこもあったと思いますが、すいません。またです。